先生、あの子が大変なんです。彼女の必死な声が静まり返った俺の薬局に響いた。古い薬だな。動かない時計。まるで時間が止まったみたいなこの薬局で、俺は過去の出来事に苦しみ、ただ静かに毎日を過ごしていた。昔はたくさんの人を助けたはずなのに、今は自分自身のことさえどうにもできず、ただ情けなく思うだけだった。先生、助けてください。私どうしたら。息も絶え絶えに告げられたその言葉に、心臓が嫌な音を立てて跳ねた。俺は何も言わずに薬局を飛び出し、彼女が指さす病院へと全力で走った。病院の集中治療室の前は重苦しい空気に満ちていた。小さなベッドの上で男の子は苦しそうに胸を上下させている。モニターからは絶え間なく警告音が鳴り響き、医師や看護師たちが必死に処置を続けていたが、その表情は明らかに暗い。もうこれ以上は。誰かが絶望的な声を漏らしたのが聞こえた。周りの誰もが諦めかけている。そんな雰囲気だった。俺はガラス越しにその小さな体を見つめ、医師たちの動き、使われている薬、そして男の子の得意な症状を食い入るように観察した。そして俺の脳裏にある可能性がひらめいた。それは誰もが見落としていたたった一つの、しかし決定的な何か。待ってください。俺は思わず声を上げていた。その処置、その薬の組み合わせは、もしかしたらこれは。俺の突然の言葉に、治療に当たっていた医師の一人が、いぶかしげな顔でこちらを振り返った。失礼ですがあなたは、部外者の方はどうかお静かに。その声は冷たく、他のスタッフたちも、どこの誰だ、専門家でもないくせに、と、蔑むような視線を俺に向けているのが分かった。中には、小さく鼻で笑う者さえいた。誰も、俺の言葉に耳を貸そうとはしない。だがただ一人、俺の隣で息を詰めていた彼女だけは、俺の真剣な表情を見て、何かを感じ取ったようだった。先生。彼女の瞳には、不安と、そして、ほんのわずかな期待の色が浮かんでいた。俺を信じようとしてくれている。その視線が、俺の背中を押した。そうだ、俺はもう逃げない。あの日の過ちを繰り返さないために、そして目の前の小さな命を救うために。その瞬間、まるで長い間止まっていた古時計の針が、再びカチリと音を立てて動き出したかのように、俺の中で何かが変わった。いや、変わったんじゃない。思い出したんだ。俺が薬剤師として本当に守りたかったものを。俺の名前は、薬隊守。30代も半ばに差し掛かろう。というのに、未だに実家であるこの薬隊薬局のカウンターの隅で、埃をかぶりそうな毎日を送っている。薬剤師の免許を持っているといえば聞こえはいいが、今の俺は自分でも認めたくないくらいには使えない薬剤師だ。カランと店の古びたドアベルが鳴る。こんにちは。今日のお薬できてますか？近所の田中のおばあちゃんだ。もう何十年もこの薬局に通ってくれているお得意様の一人。ああ、田中さん。はい、できてますよ。こちらどうぞ。俺は、作り笑顔を顔に貼り付けて、準備していた薬体を渡す。本当は、もっと患者さんのためになるアドバイスの一つでもできればいいのだろうが、言葉が喉につかえて出てこない。余計なことを言って、また何か間違いを犯してしまったら、そんな恐怖が、いつも俺の心にブレーキをかける。あら、守くん。今日も元気なさそうだね。もっとシャキッとしなきゃ。お嫁さんのなり手がいなくなっちゃうよ。田中のおばあちゃんは悪気なくそんなことを言う。わかっている。こんな覇気のない男、誰が好きになるものか。あはは、そうですね。頑張ります。俺は曖昧に笑ってごまかすしかない。薬隊薬局は、この町で唯一の個人経営の薬局だ。駅前の再開発で立派なドラッグストアができてからは、すっかり客足も遠のき、赤字経営が続いている。それでも親父、薬隊正志は頑固に店を続けていた。守、顔色が悪いぞ。少し休んだらどうだ。調剤室の奥から親父が顔を出す。その目には心配の色が滲んでいた。いや、大丈夫だよ、親父。ちょっと考え事してただけだから。そうか、無理はするなよ。
親父はそれ以上何も言わず、また調剤室に戻っていく。俺が薬剤師の道を選んだのは、幼い頃のある出来事がきっかけだった。喘息持ちで体が弱かった俺は、ある夜、ひどい発作を起こした。意識が朦朧とする中、親父が必死の形相で、俺の口に薬を含ませ、背中をさすってくれた。その薬が、まるで魔法のように俺の苦しみを取り除いてくれたのだ。あの時の安堵感と、薬への感謝の気持ちは、今でも鮮明に覚えている。人の命を救う薬の力に感動し、いつしか俺も誰かの役に立てる薬剤師になりたいと願うようになった。それなのに。今の俺はなんだ。数年前まで俺は都心の大病院で薬剤部長として働いていた。そこでは最新の医療に触れ、多くの患者さんと向き合い、薬剤師としての使命感に燃えていた。そう。あの日までは、調剤ミス。俺の目の前で一人の患者さんが危険な状態に陥った。幸い、医師の迅速な処置で一命は取り留めたものの、あの時の恐怖と絶望は俺の心に深い傷として刻まれた。その結果、俺は薬剤部長の職を辞し、故郷であるこの寂れた町の薬局に逃げるように帰ってきた。正確無比と言われた調剤技術も、積み上げてきた知識も、あの事件以来、まるで錆びついてしまったかのように、自信と共に失われてしまった。こんにちは。ごめんください。不意に、やけに明るく張りのある声が店内に響いた。勢いよく開けられたドアから現れたのは、パリッとしたスーツに身を包んだ、いかにもできる女といった雰囲気の女性だった。長く、艶やかな黒髪が、彼女の動きに合わせてさらりと揺れる。化粧も派手ではないが、隙がなく、知的な印象を与えた。本日より、こちらの地区を担当させていただくことになりました。東西製薬の、ブ島玲香と申します。薬体守先生でいらっしゃいますか？彼女は、俺の顔を見るなり、営業スマイル全開で近づいてきて、深々と頭を下げた。その手には、分厚い資料と新薬のパンフレットが握られている。ブ島玲香と名乗った彼女は、縦板に水とばかりに、自社の新薬の素晴らしさを語り始めた。専門用語を巧みに操り、グラフやデータを次々と提示してくる。その姿は、自信に満ち溢れ、俺とは対照的だった。こちらの新薬は、既存の薬剤と比較して、副作用も格段に少なく、効果も非常に高いことが臨床試験で証明されております。ぜひ、薬体薬局様でもお取り扱いいただければと。彼女の言葉は滑らかだったが、俺にはどこか強引さが感じられた。数字やデータばかりを強調し、患者さん一人一人の状態を考慮するような視点が欠けているように思えたのだ。俺は黙って彼女の話を聞いていたが、内心では強い警戒感を抱いていた。製薬会社の MR というのは、自社の薬を売るのが仕事だ。内心、それは分かっている。だが、彼女の野心的な瞳の奥には、数字のためなら手段を選ばないような危うさが見え隠れしている気がした。申し訳ありませんが、当薬局は現在、新しい薬を積極的に導入する余裕はあまりなくて、俺はようやくそれだけを絞り出すように言った。情けない声だと自分でも思う。すると、彼女は少し眉を潜めたが、すぐにまた笑顔に戻った。そうですか。ですが、こちらの資料だけでもぜひ目を通していただければ幸いです。必ずやお役に立てる情報かと存じますので。そう言って、分厚い資料をカウンターに置いた。その瞳は、まだ諦めていないことを雄弁に物語っていた。ブス島さんでしたか。俺はふと口を開いた。はい、ブス島玲香です。MR の方は大変ですね。いろいろな薬局を回って、頭を下げて。嫌味のつもりはなかったが、そう聞こえたかもしれない。しかし彼女は少しも表情を崩さなかった。大変ですが、やりがいのある仕事です。私たちが提供する情報が、先生方を通じて患者さんの治療に役立つ。そう信じていますから。きっぱりと言い切る彼女の言葉には、妙な説得力があった。本当にそう信じているのか、あるいは、そう言い聞かせているのか。そうですか。俺はそれ以上何も言えず、視線を落とした。彼女が帰った後、店内には新薬のパンフレットだけが残された。
華やかなデザインのそれは、この古びた薬局には不釣り合いなほど鮮やかだった。俺はそれを手に取ることなく、ただぼんやりと眺めていた。なんだ今の派手な姉ちゃんは。調剤室から出てきた親父が、いぶかしげに尋ねた。ああ、製薬会社の MR さんだよ。新しい薬の営業に来たんだ。お前あんな美人に言い寄られて緊張したんじゃないか？親父がニヤニヤしながら言う。からかうなよ、親父。ただの営業だ。そうかそうか。まあたまにはああいう刺激もいいかもしれんな。お前も少しは外の世界と関わらないと。本当に引きこもりになっちまうぞ。親父の言葉はいつもどこか確信をついてくる。俺がこの場所に逃げ込んでいることを見透かしているのだろう。夕食の時、テレビのニュースで最新医療技術の特集が組まれていた。華々しい成果を上げる医師や研究者たちが誇らしげにインタビューに答えている。かつての俺もあの場所にいたはずだった。だが、今はもう遠い世界の出来事のように感じる。守、お前もいつかまた。親父が何か言いかけたが、途中で言葉を飲み込んだ。なんでもない。飯冷めるぞ。俺は黙って箸を進めた。親父の気遣いが今は少しだけ重かった。その夜、俺は久しぶりに薬剤師を目指した頃の夢を見た。幼い俺が苦しそうに喘ぎながら親父に差し出された薬を飲む夢だ。薬が体に染み渡り、呼吸が楽になっていく感覚。そして、親父の温かい手の感触。目が覚めると、頬に涙が伝っていた。あの頃の純粋な気持ちを、俺はどこに置き忘れてきてしまったのだろう。患者さんを救いたい。その一心で必死に勉強し、経験を積んできたはずなのに、今の俺は、ただ過去の失敗に怯え、新しい一歩を踏み出す勇気もない、臆病者だ。カウンターに置きっぱなしになっていた、ブス島麗華のパンフレットが、薄暗い店内でやけに存在感を放っているように見えた。彼女のあの自信に満ちた瞳。俺は無意識のうちにそのパンフレットへと手を伸ばしていた。まだ完全に諦めたわけじゃない。心のどこかで、そう思いたい自分がいるのかもしれない。しかし、ページをめくる指はかすかに震えていた。彼女が持ってきた新薬の情報は確かに魅力的ではあったが、同時に俺の心の奥底に眠るトラウマを刺激する何かを含んでいるような、そんな予感がした。俺の止まってしまった時間が再び動き出そうとしているのだろうか。それともこれは新たな試練の始まりなのだろうか。まだ答えは出そうになかった。ただ窓の外の月だけが静かに俺を見下ろしていた。数日後、麗華は再び薬体薬局に現れた。いつものように明るく振る舞ってはいたが、その笑顔にはどこか影があり、目の下にはうっすらとクマが浮かんでいるように見えた。薬体先生、こんにちは。また来ちゃいました。彼女は少しだけ自重気味に笑って、持っていたカバンをカウンターに置いた。そのカバンからは、おびただしい量の資料が顔を覗かせている。お疲れのようですね。俺は思わずそう声をかけていた。普段なら余計な詮索は避けるはずなのに。麗華は一瞬驚いたような顔をしたが、すぐに苦笑いを浮かべた。わかりますか？ちょっと、担当しているクリニックで難しい案件を抱えてしまって。彼女はそう言うと、深いため息をついた。新しく担当させていただいている小児科のクリニックがあるんです。そこで健太くんっていう、まだ小さい男の子なんですけど、重めの喘息持ちで、ずっと入退院を繰り返しているような子でして、これまでの治療薬ではなかなかコントロールが難しくて、日常生活もかなり制限されてしまっている状態だったんです。先日、先生にご理解いただいて、うちの新しいお薬に切り替えていただいたばかりなんです。ご家族も先生も、そして何より健太くん自身も、今度の薬にはすごく期待してくれているんですけど、なかなか思うように効果が出なくて、主治医の先生も本当にこの薬でいいのかって少し懐疑的になり始めていて。健太くん。麗華がその名を口にするとき、声にわずかな陰りと、それでも諦めきれないような強い思いが滲むのを感じた。俺も幼い頃、喘息で苦しんだ経験があるだけに、その子の状況は
人事とは思えなかった。その新薬、確か、気管支拡張作用と抗炎症作用を併せ持つ長時間作用型の吸入薬でしたよね。俺は、以前彼女が置いていった資料の内容を思い出しながら言った。はい、そうです。さすが薬体先生、よくご存知で。麗華は少し驚いたように目を見開いた。その薬、確かに効果は高いとされていますが、吸入指導がかなり重要になってくるはずです。特に小児の場合、うまく吸入できていないと、期待される効果が得られないことが多い。主治医の先生は、そのあたりは確認されていますか？俺の口から専門的な言葉がスラスラと出てきたことに、自分でも少し驚いた。しかし、目の前で困っている人を放っておけないという、薬剤師としての本能のようなものが働いたのかもしれない。麗華は、俺の言葉にハッとしたような表情を浮かべた。吸入指導ですか。確かに、基本的な説明はしたつもりでしたが、そこまで深くは、もしかしたら健太くん、うまく薬を吸えていないのかもしれません。彼女の目にわずかに光が差したように見えた。お子さんの場合、吸入補助具を使ったり、保護者の方にしっかり、主義を理解してもらったりする必要があります。薬の効果を最大限に引き出すためには、薬剤師や MR が医師と連携して、そういう細かい部分までフォローすることが大切なんですよ。俺は、かつて病院で後輩の薬剤師たちに指導していた時のような口調になっていることに気づき、少し慌てて口をつぐんだ。また余計なことを言ってしまっただろうか。しかし、麗華は嫌な顔一つせず、むしろ真剣な眼差しで俺を見つめていた。薬体先生、ありがとうございます。すごく参考になりました。私もう一度クリニックに行って、吸入方法について先生や健太くんのお母さんとしっかり話し合ってみます。彼女の声には、先ほどまでの疲れとは違う、新たな決意のようなものがこもっていた。いえ、俺はただ、思ったことを言っただけで。それでも、私にとっては本当に大きなヒントでした。なんだか、霧が晴れたような気分です。麗華は心からの笑顔を見せた。その笑顔は、初めて会った時の営業スマイルとは違う、素直な感情の表れのように感じられた。薬体先生。麗華は、少し改まった口調で俺を見た。先ほどの吸入器の件もそうですけど、先生はどうしてそんなに新しいお薬や、ああいった専門的なデバイスのことまでお詳しいんですか？その新薬、まだ発売されて間もないですし、吸入器も最新のものです。失礼ですけど、この町の薬局でそこまで最新の情報を、しかも、まるで実際に何度も扱ったことがあるみたいに、具体的なアドバイスをいただけるなんて、正直思ってもみなくて、本当に驚きました。彼女の瞳には、純粋な好奇心と、俺に対する隠せないほどの興味が浮かんでいるように見えた。俺は言葉に詰まった。確信をつかれたような気がして、どう答えるべきか一瞬迷う。まさか、元薬剤部長だったなんて言えるはずもない。いや、薬剤師ですから、これでも一応は、我ながら、なんとも間の抜けた答えだと思った。だが、それ以外に気の利いた言葉が思い浮かばなかった。麗華は、俺のその言葉にきょとんとした表情を浮かべたが、すぐに納得したように深くうなずき、そして少し羨望の混じったような、それでいてどこか落ち込んだような複雑な眼差しで言った。薬剤師だからですか？そうですよね。でも本当にすごいです。私なんて MR として毎日新しい情報に触れているはずなのに、先生のような実践的な知識や患者さんの状況に合わせた的確なアドバイスはなかなか身につかなくて、日々必死に勉強しているつもりなんですけど、まだまだ努力が足りないんだなって、今日、改めて痛感させられました。彼女は力なく微笑み、少し肩を落とした。その姿からは、普段の自信に満ちた彼女とは違う、弱さのようなものが垣間見えた。私、この MR っていう仕事、本当に好きで選んだんです。麗華は窓の外の変わり映えのしない商店街の風景に目をやりながら、ぽつりと言った。その声には、先ほどの自己評価とは裏腹な、静かで確かな熱がこもっていた。医療の最前線で、新しい薬の情報を届けることで、
一人でも多くの患者さんを救えるんじゃないかって本気で信じてて、実を言うと、彼女は少し声を潜め、視線を俺に戻した。その瞳は真剣だった。本当は、お医者さんになりたかったんです。俺は少し驚いて彼女を見つめた。私には弟がいたんですけど、あの子、本当に小さい頃から体が弱くて、何度も入退院を繰り返していたんです。いつも病院の匂いがつきまとって薬が手放せないような生活で、そんな弟をずっと見てきたから、自然と医療の道を志すようになったんだと思います。でもご存知の通り、医学部に進むにはお金がかかりますし、うちの家は弟の治療費もあって、正直経済的にあまり余裕がありませんでした。両親も弟のことで精一杯でしたし、私もそんな状況で、とてもお医者さんになりたいなんて言い出せなくて、結局、その夢は諦めたんです。彼女は少し遠い目をして、それからふっと自重気味に微笑んだ。その笑顔には諦めと、それでもなお消えない何かへの思いが滲んでいるように見えた。でも、だからって MR の仕事に妥協したわけじゃないんです。薬を通じてだって、患者さんに寄り添うことはできる。医師とは違う形でも医療に貢献できるんだって、そう信じてこの仕事を選びました。だから、この仕事には誇りを持ってるんです。彼女はそう言って、一度キリッと顔を上げたが、すぐにその表情が少し曇った。でも、だからこそ時々、自分のやっていることが本当に患者さんのためになっているのか、自信がなくなる時があるんです。理想と現実のギャップって言うんでしょうか。特に今日みたいに先生の的確なアドバイスを目の当たりにすると、自分の未熟さが身に染みて、もっと頑張らなくちゃって思うんですけど、空回りしてばっかりで。麗華は弟が薬によって一喜一憂する姿を間近で見てきた経験から、薬の持つ光と影の両面を誰よりも理解しているようだった。そして、だからこそ、MR として薬の情報を正しく、誠実に伝えたいという強い信念を持っているのだということも。だから、健太くんのことも人事とは思えないんです。あの子の苦しみが少しでも和らぐなら、私にできることは何でもしたい。そう思って、この新薬を先生にもおすすめしたんです。絶対にあの子のためになるって信じて。彼女の瞳には強い意志の光が宿っていた。その奥には病弱だった弟への思い、そして二度と同じような辛さを誰にも味わってほしくないという切実な願いが痛いほどに伝わってきた。彼女の言葉は俺の心の奥底に眠っていた何かを強く揺さぶった。患者を救いたい。その一心で薬剤師を目指したかつての自分。誇りをかぶっていたはずの情熱がチリチリと音を立てて燃え始めるのを感じた。そうだ、俺もそうだったはずだ。人の命を救う薬の力に感動し、その知識と技術で誰かの役に立ちたいと願っていたはずだ。いつから俺はこんな臆病者になってしまったんだ。立派ですね、ブス島さんは。俺は素直な気持ちを口にした。そんなこと。麗華は照れたようにうつむいたが、すぐに顔を上げた。でも最近、少しわからなくなるんです。本当に患者さんのためになっているのか、それともただ会社の利益のために動いているだけなのか。彼女の瞳が不安に揺れる。MR という仕事への誇りと、組織の一員としての現実との間で、彼女がどれほど葛藤しているかが伝わってくるようだった。俺はそんな彼女にかけるべき言葉を探した。かつて、俺自身も同じような壁にぶつかったことがあるからだ。ブス島さん、俺は静かに口を開いた。患者さんのことを本当に考えているなら、その思いは必ず伝わります。会社の利益とか、そういうものは後からついてくるものじゃないでしょうか。少なくとも、俺はそう信じています。我ながら、ありきたりな言葉だとは思った。だが、今の俺が彼女に伝えられる精一杯の誠意だった。麗華は、俺の言葉にハッとしたように顔を上げた。その大きな瞳から、ポロポロと涙がこぼれ落ちる。薬体先生、ありがとうございます。なんだかずっと胸につかえていたものがすっと取れたような気がします。彼女はハンカチで目頭を押さえながら、それでも隠しきれない安堵の微笑みを浮かべた。その笑顔は雨上がりの空のように清々しかった。
おうおう、若い二人が見つめ合っちゃって、こりゃ春ですな。不意に調剤室の奥から親父がひょっこり顔を出した。ニヤニヤとからかうような笑みを浮かべている。親父、聞いてたのかよ。俺は慌てて声を上げた。顔がカッと熱くなるのを感じる。お邪魔でしたかね、守くん。いやいや、ブス島さんみたいな綺麗な人に涙されたら、そりゃあ守も慰めたくもなるわな。ガッハッハ。親父は悪気なく豪快に笑う。麗華も涙の跡が残る顔をあからめて困ったように笑っていた。もう父さんたら。薬体先生のお父様、はじめまして。東西製薬のブス島麗華と申します。いつも息子さんにはお世話になっております。麗華は慌てて立ち上がり、深々と頭を下げた。おう、ブス島さん。こちらこそ、うちのボンクラ息子がご迷惑かけてないかね。まあたまにはこうして、若い人と話すのも、守にとってはいい刺激になるだろうよ。親父の言葉に、場は少し和やかな空気に包まれた。俺はこの状況が少し恥ずかしかったが、麗華の笑顔が戻ったことに、どこかほっとしていた。その数日後、俺は麗華が以前置いていった新薬のパンフレットを改めて手に取っていた。彼女の真摯な姿を見て、この薬についてもう少し詳しく調べてみようという気になったのだ。薬剤師としての勘が何かを訴えかけているような気もした。文献をいくつか取り寄せ、海外のデータベースにもアクセスして、情報を集めていくうちに、俺はある一点に気づいた。その新薬は確かに効果が高いとされている一方で、特定の条件下ではごく稀に重篤な副作用を引き起こす可能性を示唆するデータがいくつか存在したのだ。国内ではまだほとんど知られていない情報だった。これは、胸騒ぎがした。すぐに麗華に連絡を取らなければ。そう思った矢先、俺のスマートフォンの着信音がけたたましくなった。表示された名前はブス島麗華。もしもし、ブス島さん。俺が出るなり、電話の向こうから切羽詰まった彼女の声が飛び込んできた。薬体先生、大変なんです。健太くんが、私が担当している喘息の男の子が今、病室で容体が急に悪くなって。その声は震え、パニックに陥っているのが分かった。落ち着いてください。病院はどこですか？すぐに行きます。俺は、詳しい場所を聞き出すと、薬局を親父に任せ、すぐさま病院へと向かった。病院の小児科病棟に着くと、処置室の前で、麗華が青ざめた顔で立ち尽くしていた。傍らには、健太くんの両親だろうか、不安そうな表情で寄り添っている。ブス島さん。薬体先生、来てくださったんですね。麗華は、すがるような目で俺を見た。健太くんは、今、先生が処置を。でも原因がよくわからなくて、薬が効かないみたいなんです。俺は医師に許可を得て、健太くんの様子を見せてもらった。小さな体で苦しそうに息をする健太くんを見て、胸が締め付けられる思いだった。バイタルデータとこれまでの投薬歴を確認し、俺はある可能性に思い至った。先生、この新薬ですが、もしかしたら、俺は自分が調べていた副作用の情報を医師に伝えた。この薬、気管支を広げる効果は非常に高いのですが、ごく稀に体の免疫、つまり体を守ろうとする力が過剰に反応してしまって、かえって気道に炎症を起こしてしまうケースが海外の小児例で数件報告されているんです。まるでアクセルとブレーキが同時に強く踏まれてしまうような状態で、医師は眉を潜めたが、俺の言葉に耳を傾けてくれている。もしそうだとしたら、その過剰な免疫の働きを少しだけ抑えるような、例えば炎症を鎮めるタイプの別の吸入薬をごく少量だけ併用することでバランスが取れるかもしれません。新薬の気管支を広げる力はそのまま活かしつつ、問題となり得る免疫の暴走だけをピンポイントで抑える。そういうイメージです。俺はできるだけ平易な言葉を選んで説明した。それはこの薬の強力な効果は維持しながら危険な副作用だけを打ち消すという繊細な綱渡りのような対処法だった。医師は半信半疑だったが、他に有効な手立てがない状況で、藁にもすがる思いだったのだろう。俺の提案した方法を試してみることになった。幸い、その処置は功を奏した。健太くんの呼吸は徐々に落ち着きを取り戻し、
ゼーゼーという苦しそうな音も次第に小さくなっていく。モニターに映し出される数値も少しずつだが安定した値へと向かっていった。危険な状態を脱することができたのだ。健太よかった。よかった健太。健太くんの母親がベッドのそばに崩れ落ちるようにして息子の小さな手を握りしめながら涙声で何度も名前を呼んでいる。その目には安堵と疲労が入り混じっていた。父親も固く握りしめていた拳をゆっくりと開き、深く息を吐き出した。そしてそばにいた麗華に向き直り、震える声で言った。ブス島さん、本当にありがとうございます。あなたのおかげで息子は。深々と頭を下げる父親に対し、麗華は慌てて首を横に振った。いえ、私じゃありません。今日のことは薬体先生が事前に新薬のことを詳しく調べてくださっていて、この緊急時に的確な処置を提案してくださったおかげなんです。麗華はまっすぐに俺を見つめてそう言った。その言葉に健太くんの両親、そして処置に当たっていた医師や看護師たちの視線が一斉に俺へと集まる。この方が、一体あなたは。医師がいぶかしげに、しかしどこか期待を込めたような目で俺を見つめた。その場の空気が俺という存在への興味と疑問で満たされようとした。まさにその時だった。一体どういうことかね、これは。鋭い声とともに一人の男が病室に入ってきた。派手なスーツに神経質そうな目つき。麗華が息を飲むのが分かった。東西製薬の支店長、黒田という男だった。黒田支店長。麗華の声がこわばる。その表情には明らかに怯えと警戒の色が浮かんでいた。健太くんの処置に当たっていた主治医が黒田支店長に向き直り、厳しい口調で言った。黒田さん、お宅の会社の薬については、以前からいくつか報告が上がっていましたが、新薬の導入には慎重な検証が必要なのは理解していますが、それにしても少し問題が続きすぎているのではありませんか？今回も一歩間違えれば取り返しのつかないことになっていたんですよ。医師の言葉には製薬会社に対する強い不信感が滲んでいた。しかし、黒田は悪びれる様子もなく、むしろ被害者のような顔で大げさにため息をついてみせた。いやはや先生、まさかブス島くんがこの新薬をこのような形で進めているとは私もつゆ知らず、これはすべて彼女の独断で進めた結果でして、実績の少ない薬剤やまだ評価の定まっていないものに関しては、細心の注意を払うよう口を酸っぱくして指導しているのですがね。どうも彼女は成果を焦るあまり、私の指示を無視してしまったようでして。その言葉は、あまりにも白々しい責任転嫁だった。そんな、支店長、あなたそんなこと、一言もおっしゃっていませんでしたよね。この新薬は今後の主力製品になる。副作用も少なく、非常に信頼性の高い薬だから、積極的に攪拌するようにと、そうおっしゃったのは支店長じゃないですか。麗華は怒りと悔しさで、声を震わせながら反論した。しかし、黒田は冷笑を浮かべるだけだ。ブス島くん、あまり会社にとって不利益になるような、虚言を口にするのは感心しないな。そんな根も葉もない嘘をついて、私を貶めようとするなら、君をこのまま東西製薬の社員として雇い続けるのは、少々難しいと言わざるを得ないぞ。それは紛れもない脅しだった。麗華は唇を噛みしめ、悔しさに顔を歪めたが、それ以上何も言えなくなってしまった。組織の力でねじ伏せようとする黒田の卑劣さに、俺は腹渡が煮えくり返る思いだった。それは少しおかしいんじゃないですか。俺は抑えきれずに口を挟んだ。彼女が言っていることは、決して嘘や虚言には聞こえませんでした。むしろ、あなたの言っていることの方が、事実と異なっているように見受けられますが、俺がそう言うと、黒田は心底不愉快そうな顔で、ゆっくりと、俺に視線を向けた。その目は、まるで、寝踏みするかのように細められている。なんだ君は。低い、威圧するような声だった。町の薬剤師です。薬体と申します。俺が名乗ると、黒田は鼻でふんと笑い、わざとらしくゆっくりと俺に近づいてきた。そして、まるで出来の悪い部下を諭すかのような、ねちっこい口調で言った。はあ、ただの町の薬剤師ね。そのただの町の薬剤師さんが、この私、東西製薬の支店長に向かって意見するとは、大した度胸じゃないか。
感心するよ。黒田はわざとらしく手をポンと叩いた。その顔には相手を小馬鹿にしたような笑みが浮かんでいる。その時、彼は何かを思い出したかのように、寝踏みするような目で俺の顔をじっと見つめ、そして、もったいぶったようににやりと笑った。ふむ、そういえば君の顔、どこかで見たことがあると思っていたんだよ。ああ、そうだ、思い出したぞ。君は数年前に、都心の大病院で薬剤部の部長か何かをやっていた男だろ？薬体守る。確かそんな名前だったな。黒田の声のトーンがねっとりとした悪意を帯び始める。病室にいた全員の視線が再び俺に集中した。君は確か、そうだ、思い出したぞ。君はあの都心の大病院で鳴り物入りだった若きエリート薬剤部長、薬体守先生じゃないか。いやあの時は本当に時の人だったよな。黒田はわざとらしく感嘆したような声を上げ、芝居がかった仕草で手を打った。その目は獲物を見つけた爬虫類のように細められ、ねっとりとした悪意に満ちている。あの輝かしいご経歴にとんでもないミソをつけた大事件、患者さんの命を危険にさらしたっていう、あの伝説の調剤ミス、薬剤部のトップともあろうお方が信じられないようなポカをやらかして、患者さんが一時危篤状態にまで陥ったんだよな。あの時の病院内の大パニック、マスコミが嗅ぎつけて、新聞沙汰になる一歩手前まで行った大騒動。この俺もよーく覚えてるぜ。黒田はまるで面白い芝居でも見ているかのように、生き生きと楽しそうにまくし立てる。その声は病室中に響き渡り、麗華も健太くんの両親も、そして医師や看護師たちも凍りついたように、黒田と俺を交互に見ている。結局、君はその責任を全部被って、薬剤部長の椅子から真っ逆さま、惨めな姿ですごすごと病院を去っていったんじゃなかったのかな。いやはや、ご愁傷様なこった。それが今じゃどうだ？こんな錆びれた町の片隅で、しがない薬剤師に身をやつして、その上、他人の仕事に口出しして、正義の味方ごっこかい？笑わせるんじゃないよ。元薬剤部長の大英雄さん。黒田は腹を抱えて笑い転げんばかりの勢いで、甲高い嘲笑を浴びせかけた。その一言一句が鋭い棘になって、俺の心の古傷に突き刺さる。その暴露は、まるで悪趣味な見せ物のように、その場の空気を歪ませ、俺を深い絶望の淵へと突き落とすには十分すぎる威力を持っていた。黒田は最後の言葉をことさら強調し、腹の底から湧き出るような下びた笑い声を上げた。その暴露は、まるで爆弾が投下されたかのように、その場の空気を凍りつかせた。こんな前科持ちの薬剤師の言うことなど、誰が信用するか。すべては、このブス島という出来の悪い MR と、この落ちこぼれ薬剤師のせいです。黒田は勝ち誇ったように言い放った。健太くんの父親が、険しい顔で俺に近づいてきた。本当なんですか？あなたがそんな。俺は何も答えられなかった。事実だったからだ。もう私たちに関わらないでください。息子を危険な目に遭わせた人たちの言うことなんて、もう聞きたくありません。母親の悲痛な叫びが、俺の胸に突き刺さった。俺は、ただ立ち尽くすしかなかった。せっかく、掴みかけた自信が、ガラガラと音を立てて、崩れていくのを感じた。行きましょう、薬体先生。麗華が、そっと俺の腕に手を添えた。彼女の瞳は、俺への信頼を失ってはいなかった。それだけが、今の俺にとって、唯一の救いだった。俺たちは、逃げるように病院を後にした。背中に突き刺さる、疑念と非難の視線を感じながら、病院の外に出ると、初夏の生暖かい風が、やけに虚しく感じられた。すみません、薬体先生。私のせいで先生まで。麗華が申し訳なさそうにうつむいた。いや、あれは俺自身の問題だ。君が気にすることじゃない。俺は力なく首を振った。しかし、麗華のその言葉と、俺を信じ続けてくれようとする、その眼差しが、完全に折れそうになる俺の心を、かろうじて支えていた。病院から少し離れ、人通りの少ない公園のベンチに、俺たちは並んで腰を下ろした。夕暮れが迫り、空は茜色に染まり始めている。その美しさが
今の俺にはひどく不似合いに感じられた。薬体先生、沈黙を破ったのは麗華だった。彼女はまっすぐに俺の顔を見つめてきた。先生が、過去に何があったのか、私に話してくださるおつもりはありませんか？その問いかけは単なる好奇心からではない。俺の心の奥底にあるものに触れようとする真摯な響きを持っていた。俺は自重気味に笑った。聞きたいかい？落ちぶれた薬剤師のみっともない失敗談を。やめてください、そんな言い方。麗華の声が少し強くなる。人は誰だって完璧じゃありません。一度や二度の間違いは誰にだって起こり得ることです。本当に大事なのは、その後どうするかってことじゃないでしょうか。彼女の言葉がささくれだった俺の心にじんわりと染み込んでいく。先生は今日健太くんの命を救われました。それは誰にも否定できない事実です。あの時先生がいらっしゃらなかったら、健太くんは、そう考えただけで私は。麗華の声がわずかに震えた。黒田支店長がああ言ったのは、自分の立場を守るためです。先生の過去を利用しただけに過ぎません。そんな言葉に先生が囚われる必要なんてないはずです。彼女の力強い言葉は、俺が失いかけていた何かを必死につなぎ止めようとしてくれているようだった。ふと、麗華は遠い目をしてつぶやいた。私も、これからどうしようかなって考えてるんです。もう、東西製薬にはいられないかもしれません。その声には、諦めと、ほんの少しの解放感が混じっているように聞こえた。今日の支店長のやり方を見て、はっきりわかりました。あの会社に、私の求めるものはもうないんだって。だから。彼女は一度言葉を切り、そして、いたずらっぽく、微笑んで俺を見た。ねえ、薬体先生。こんな私ですけど、先生の薬局で雇っていただけたりしませんか？俺は思わず吹き出してしまった。あまりに唐突な提案に、一瞬何を言われたのか理解できなかった。はは、ブス島さん、冗談きついですよ。うちみたいな、いつ潰れてもおかしくない零細薬局に、敏腕 MR のあなたを雇えるわけないじゃないですか。俺が笑いながら言うと、麗華はムッとしたように頬を膨らませた。冗談じゃありません。もちろん、お給料なんて期待していません。ただ、先生のそばで薬剤師として本当に大切なことを、一から学ばせていただけないでしょうか。先生の知識や経験、そして何よりも、患者さんを思うその姿勢を、間近で見ていたいんです。彼女の瞳は、驚くほど真剣だった。それに私、営業にはそれなりに自信があるんです。先生が本当に信頼できると判断したお薬なら、私、この町で一番売ってみせますよ。この薬体薬局を行列のできる薬局にしてみせます。麗華はぐっと拳を握りしめて力説する。その姿は先ほどまでの落ち込んだ様子など微塵も感じさせないエネルギッシュなものだった。俺はあっけに取られて彼女の顔を見つめていた。行列のできる薬局か。今の薬体薬局の惨状を考えれば、それはあまりにも現実離れした夢物語だ。だが、彼女の自信に満ちた笑顔を見ていると、もしかしたら、万に一つくらいは、そんな馬鹿げた期待が、心の隅に芽生えそうになるのを否定できなかった。確かに、彼女のような有能な営業がいれば、この寂れた薬局も、少しは変わるのかもしれない。いや、そもそも、町の小さな個人薬局が、製薬会社の MR をスタッフとして迎え入れるなんて、普通に考えればありえない話だ。そんな前例聞いたこともない。ブス島さん、あなたの気持ちは本当に嬉しい。でも、俺は言葉を濁した。彼女の申し出は魅力的だったが、今の俺には、それを受け入れる資格も余裕もないように思えた。あなたの才能は、こんな誇りっぽい町の小さな薬局で埋もれていいものじゃない。もっと大きな舞台で、あなたの力を必要としている人たちがたくさんいるはずだ。俺なんかのそばにいて、あなたの貴重な時間を無駄にするわけにはいかないよ。俺は、できるだけ穏やかに、しかし、はっきりと、彼女に伝えた。それは、彼女の輝かしい未来を思っての、偽らざる本心だった。麗華は、俺の言葉を黙って聞いていた。その表情は少し寂しそうだったが、
やがて何かを決意したように、ふっと息を吐いて立ち上がった。先生のお気持ちはよくわかりました。そう言って、彼女は一度深々と頭を下げ、公園を後にした。その背中を見送りながら、俺は胸の奥にチクリとした痛みを感じていた。これで良かったのだと自分に言い聞かせながらも、心のどこかで彼女の存在がもたらすかもしれない、かすかな光を手放してしまったような、そんな赤涼感が漂っていた。翌朝、いつものように重い体を引きずって、薬体薬局のシャッターを開けると、俺は目を疑った。店のカウンターの中を、なぜか、パリッとした白いシャツにエプロンをつけた麗華が、海外しく動き回っているんだ。床は掃き清められ、普段は乱雑に置かれている調剤器具も整然と並べられている。おはようございます、薬体先生。今日もいいお天気ですね。俺の姿を認めるなり、麗華は花が咲くような笑顔で挨拶してきた。ブス島さん、なんで、いや、どういうことですか、これ。俺は混乱のあまり、言葉がしどろもどろになる。はい、本日からこちらでお世話になることになりました。ブス島麗華です。まだまだ至らない点ばかりかと存じますが、一日も早く先生のお役に立てるよう、精一杯頑張りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。彼女は、まるで新人研修初日のような、ハキハキとした口調でそう宣言し、再び深々と頭を下げた。いや、ちょっと待ってください。俺は昨日ちゃんとお断りしたはずですけど。おお、守る、起きてきたか。いやー、ブス島さん、朝早くから感心だの。店の隅々までピカピカにしてくれて、見違えたわい。調剤室の奥から、エプロン姿の親父が満足げな顔でひょっこり出てきた。手には、麗華が入れてくれたのであろう、湯気の立つお茶を持っている。親父、これどういうことか説明してくれよ。どういうことも何も、ブス島さんがうちで働きたいって言うから、俺がいいよって言っただけだが、若い人がこうしてやる気を見せてくれてるんだ。応援するのが筋ってもんだろう。親父はあっけらかんと言い放った。何言ってるんだよ親父。ブス島さんみたいな優秀な人が、こんな潰れかけの薬局で埋もれていいわけないだろ。彼女の将来を考えたら。バカ野郎。人のやる気をお前が勝手に決めつけるな。ブス島さんはな、本気でこの薬局を立て直したい。守る、お前の力になりたいって言ってくれてるんだぞ。その気持ちを無限にする方がよっぽど失礼ってもんだ。親父に一喝され、俺はぐっと言葉に詰まる。確かに、麗華の瞳は本気だった。薬体先生。麗華が俺の前に進み出て、真剣な眼差しで言った。ずっとなんてわがままは申しません。ほんの少しの間でいいんです。先生のそばで、先生から薬剤師として本当に大切なことを学ばせてください。そして、この薬体薬局がもう一度たくさんの患者さんの笑顔で溢れるように、私にできることを何でもさせてください。彼女はカバンから一枚の紙を取り出した。それは東西製薬に宛てた退職届だった。東西製薬には正式に辞表を提出してきました。もう私に帰る場所はありません。だからお願いします。その覚悟の深さに俺は言葉を失った。彼女は本気で退路を断ってここに飛び込んできたのだ。親父が俺の肩をポンと叩いた。守る、男なら腹をくくれ。ブス島さんのこの熱意に応えないで何が薬剤師だ。俺は麗華と親父の顔を交互に見た。そして大きく深くため息をついた。わかりました。そこまで言うなら。ただし本当に少しの間だけですよ。給料だってまともに出せるかわかりませんし。はい、ありがとうございます先生。麗華の顔がパーッと輝いた。その笑顔はまるで太陽のように眩しかった。それからというもの、薬体薬局は少しずつ変わり始めた。麗華は薬剤師としての知識はまだ浅かったが、持ち前の勤勉さと吸収力で、俺や親父から必死に薬のことを学んでいった。その一方で、彼女が長年培ってきた MR としてのコミュニケーション能力と営業センスは、この古びた薬局に新しい風を吹き込んだ。こんにちは、薬体薬局です。今日は新しく入荷したとっても飲みやすい栄養ドリンクのご紹介なんですけど、ちょっとお味見していかれませんか？店の前を通りかかる人に、麗華は明るく声をかける。
最初は戸惑っていた町の人々も、彼女の屈託のない笑顔と丁寧な説明に次第に足を止めるようになっていった。あら、この薬局、なんだか雰囲気が変わったわね。あの若いお姉さん、すごく親切に相談に乗ってくれるのよ。口コミは少しずつ広がり、以前は閑古鳥が鳴いていた薬局に客足が戻り始めたのだ。特に健康や美容に関心のある若い女性や小さな子供を持つ母親たちが麗華を頼って訪れるようになった。彼女は患者さん一人一人の話を丁寧に聞き、その人に合った商品を提案するだけでなく、必要であれば俺に的確な情報をつないでくれた。その連携は驚くほどうまくいった。いつしか薬体薬局の午前中には薬や健康相談を求める人々でカウンターの前に短いながらも列ができるようになっていた。本当に行列ができ始めてるな。俺はカウンターで忙しく動き回る麗華の姿を見ながら信じられない思いでつぶやいた。数ヶ月前には想像もできなかった光景が今目の前で現実のものとなりつつあったのだ。麗華は俺のつぶやきに気づくといたずらっぽく片目をつぶって微笑んだ。その笑顔はこの薬局の、そして俺自身の未来を照らす確かな希望の光のように見えた。薬体薬局が少しずつ活気を取り戻し始めて数週間が経ったある日のこと。その日は特に忙しく、月末の作業も重なり、気づけば窓の外はとっぷりと暮れていた。俺と麗華は黙々と残務整理に追われていた。やっと終わりましたね。最後の伝票を整理し終えた麗華が額の汗を拭いながら息をついた。時計の針はとうに午後9時を回っている。遅くまでありがとう。ブス島さん、本当に助かったよ。いえ、私が好きでやっていることですから、それより先生こそお疲れじゃないですか？彼女はいたわるように俺を見た。その笑顔に俺は日々の疲れが少し和らぐのを感じる。これだけ遅くなると女性の一人歩きは少し心配だな。よかったら途中まで送っていくよ。俺がそう言うと麗華は一瞬驚いたような顔をしたが、すぐに恐縮したように首を振った。そんな、先生にそこまでご迷惑をおかけするわけには。大丈夫です。慣れてますから。いや、そういうわけにはいかないよ。君に何かあったら俺の寝覚めが悪い。遠慮しないでくれ。俺が少し強めに言うと麗華は、すみません。じゃあお言葉に甘えてもいいですか？とはにかみながらうなずいた。薬局のシャッターを閉め、二人で夜道を歩き出す。街灯がぽつりぽつりと道を照らし、昼間の喧騒が嘘のように静かだ。俺たちの影が寄り添うように伸びては縮む。最近、本当に薬局の雰囲気が変わりましたよね。先生のおかげです。麗華がふとそんなことを言った。俺のおかげじゃないさ。ブス島さんが来てくれたからだよ。君の明るさと、その行動力がみんなに元気を与えてるんだ。そんな、私なんてまだまだ先生の足元にも及びません。でも少しでも薬体薬局の力に慣れているならすごく嬉しいです。彼女の声は夜の静けさの中に心地よく響いた。俺たちは薬局の未来のこと、薬剤師という仕事のこと、そしてほんの少しだけお互いの過去のことなどをぽつりぽつりと話しながら歩いた。それは不思議と穏やかで心が通い合うような時間だった。やがて麗華が住むアパートの前に着いた比較的新しいこじんまりとした建物だ。先生、ここまで送っていただいて本当にありがとうございました。麗華が深々と頭を下げようとした。その時だった。アパートの入り口の自動ドアが開き、一人の青年がふらりと出てきた。手にはコンビニの袋を下げている。年の頃は20代半ばだろうか。どこか線の細い、繊細そうな印象の青年だった。そして、その青年は俺の顔を見た瞬間、持っていたコンビニ袋をアスファルトの上に落とし、まるで幽霊でも見たかのように顔をこわばらせて立ち尽くした。俺もまた、その青年から目が離せなくなった。全身の血液が急速に冷えていくような感覚。まさかこんな場所で。あ、和樹。麗華がその青年に声をかけた。こんな時間まで起きてたの？明日も早いんでしょ？
和樹と呼ばれた青年は、麗華の声にハッとしたように視線を動かしたが、すぐにまた、俺の顔に釘付けになり、小刻みに震え始めた。先生、すみません。弟の和樹です。ちょっと人見知りなところがあって。麗華は、俺たちの間に流れる、尋常でない空気にまだ気づいていないのか、少し困ったように微笑んで、俺に言った。そして和樹に向き直り、和樹、こっちにいらっしゃい。こちら、薬体薬局の薬体守先生。今、私が大変お世話になっているのよ。そう言って、和樹の腕を軽く引いて、俺の前に促した。弟もね、薬剤師なんですよ。小さい頃は体が弱くて、何度も病院のお世話になったんですけど、ものすごく努力して、薬剤師の資格を取ったんです。以前は、都心にある大きな総合病院の薬剤部で働いていたんですよ。今はちょっと、お休みをもらってるんですけど、本当に私の自慢の弟なんです。麗華が愛情と誇りを込めて早口にまくし立てる。その言葉一つ一つがまるで鋭い針のように和樹の心を突き刺しているのが俺には痛いほど分かった。次の瞬間、和樹は咳を切ったように叫んだ。やめろ！やめてくれ姉さん！そして、その場に崩れ落ちるように膝をつき、アスファルトに額をこすりつけるようにして泣き始めた。俺は自慢の弟なんかじゃない。薬剤師失格だ。取り返しのつかない。絶対にしちゃいけないミスを俺は。夜の静寂を切り裂くような悲痛なおえつ。麗華は弟の突然の行動に完全に狼狽し、言葉を失っている。和樹？どうしたの？しっかりして。ミスって一体何のことなの？もういいんだ、和樹くん。俺は静かに、しかし、有無を言わせぬ力強さで言った。そして、崩れ落ちた和樹くんのそばに歩み寄り、その震える肩にそっと手を置いた。薬体先輩！どうしてここに？絞り出すような和樹くんの声。そうだ、俺たちは数年前まで同じ職場で、先輩と後輩として働いていたのだ。そして、彼が犯したあのミスを俺が、数年前、俺が薬剤部長として勤務していた大病院の調剤室、新人だった和樹くんがある新薬の調剤で致命的なミスを犯した。それは黒田が強引に導入した情報も運用マニュアルも不十分な薬剤だった。ミスが発覚し、和樹くんは責任を問われ、彼の薬剤師生命は風前の灯火だった。俺は和樹くんの将来と黒田の圧力や組織の対面から彼を守るため、そして何より歪んだ組織のあり方に一矢報いるため、すべての責任を自分が被ることを決断した。この件の責任はすべて監督者である私にある、と。結果、俺は職を追われ、黒田は笑い、和樹くんは薬剤師を続けられた。だが、その心には深い傷を負ったまま。先輩、俺のせいで先輩の人生を。和樹くんは俺の腕にすがりつくようにして子供のように泣きじゃくった。あの時、黒田さんに呼び出されて、薬体くんは君のミスを被って自分が責任を取ると言っている。それが彼にとっても、組織にとっても一番丸く収まる方法だ。君が余計なことを言えば、彼が無駄に傷つくだけだ。彼の男気に免じて、君は黙って薬剤師を続けろ。それが彼のためになるって。そう言いくるめられて、俺、何も言い出せなかったんです。席を切ったように、和樹くんは当時の苦悩を吐き出した。でも、先輩があんな形で病院を辞めることになっちゃって、俺、どうしたらいいかわからなくて。それから、黒田さんはやりたい放題です。先輩がいなくなってから、あの人は我が物顔で、効果も安全性も二の次で、とにかく製薬会社と組んで儲けになりそうな新薬ばかりを、次々と導入して、今の薬剤部はもうめちゃくちゃなんです。誰も黒田さんを止められない。お願いします先輩。戻ってきてください。あの人を止めてください。和樹くんの悲痛な叫びが夜の静けさに吸い込まれていく。そんなことがあったなんて。麗華は青ざめた顔で弟と俺を交互に見つめ言葉を失っていた。兄と慕う先輩、そして愛する弟がこんなにも深く卑劣な罠によって傷つけられていた事実に、彼女もまた打ちのめされているようだった。俺は和樹くんの肩をしっかりと掴んだ。和樹くん、もし君が今
すべてを公にするなら、君自身のキャリアにも大きな傷がつくことになるぞ。それでも、やる覚悟があるのか。俺の問いに、和樹くんは涙を拭い、まっすぐに俺の目を見返した。構いません。今の病院の現状は本当にひどいんです。誰もストッパーがいない状態で、製薬会社との癒着も目に余る。患者さんの安全がないがしろにされているんです。俺のキャリアなんかよりも、一人でも多くの患者さんがちゃんとした医療を受けられることの方がずっと大事です。それに、そもそも、俺の犯したミスのせいで、先輩が病院を辞めることになったのが、一番の間違いだったんですから。だからお願いします、先輩。俺が全てを告発します。どうか力を貸してください。その瞳には、先ほどまでの弱々しさはなく、過ちを正そうとする強い意志の光が宿っていた。俺は深く息を吸い込んだ。もう迷いはなかった。わかった。やろう、和樹くん。その言葉に、和樹くんは力強くうなずき、麗華もまた涙を浮かべながらも、決意を秘めた表情で、俺たちを見つめていた。三人の心は確かに一つになった。それからの俺たちは、まさに一心同体だった。和樹くんが内部から集めた黒田の不正の証拠や、病院上層部と特定の製薬会社との癒着を示すデータ。麗華も MR として培ってきた情報網や人脈を駆使し、俺たちをサポートしてくれた。俺はそれらの情報を整理し、最も効果的に、そして安全に世に出すための方法を練った。数週間後、俺たちが匿名でリークした情報は、大手新聞社の調査報道部と医療過去を専門に扱う弁護士グループの手に渡った。そして、それは大きなうねりとなって医療界を揺るがすスキャンダルへと発展していった。黒田はあっという間にその地位を追われ、背任や収賄の容疑で法的な追及を受けることになった。病院の上層部も大幅な刷新を余儀なくされ、製薬会社との不適切な関係も白日の下にさらされた。長年にわたりはびこっていた膿が、ようやく絞り出されたのだ。そして、俺の潔白も公に証明されることとなった。そのニュースが流れた数日後、薬体薬局に健太くんとその両親が訪ねてきた。母親は俺の姿を見るなり泣き崩れ、先生は健太の命の恩人でいらっしゃるのに、あの時は取り乱して本当に申し訳ないことを、どうかお許しください。と何度も頭を下げ、父親もまた、とんでもない誤解をして、先生のお心を傷つけてしまいました。本当に申し訳ありませんでした。と、深々と謝罪してくれた。健太くんも、すっかり元気になった笑顔で、薬体先生、ありがとうと、大きな声で言ってくれた。その言葉だけで、俺は十分に報われた気がした。和樹くんもまた、内部告発者として、そして過去のミスの当事者として、病院から一定の処分を受けた。彼が望んだ通り、もうあの大病院の薬剤部に戻ることはなかった。だが、彼の勇気ある行動は、一部の良識ある医療関係者からは称賛された。長年抱えてきた心の重荷を下ろし、少し晴れやかな表情になった彼は、遠く離れた町の小さなクリニックで、もう一度薬剤師として、患者さん一人一人と向き合う日々を歩み始めたと、風の噂で聞いた。決して派手な場所ではないが、そこで地道に、誠実に仕事に取り組んでいるという、いつか彼が心から誇れる薬剤師として、多くの患者さんから頼られる日が来ることを、俺は信じていた。そして、俺の元には、かつて勤めていた大病院から戻ってきてほしいという誘いが舞い込むようになった。失われた名誉は、少しずつだが回復されつつあった。ある晴れた日の午後、薬体薬局のカウンターで、俺は麗華から穏やかな声で尋ねられた。先生、これからどうなさるおつもりなんですか？彼女の瞳には、俺の決断を見守るような温かい光が宿っていた。俺は薬局の窓から見える、この街の穏やかな風景に目をやった。そして、ゆっくりと口を開いた。俺は、この薬体薬局で、この街のみんなの健康を守っていきたいんだ。大きな病院で最先端の医療に関わるのも素晴らしいことかもしれない。でも俺は、一人一人の患者さんの顔が見えるこの場所で、親身になって相談に乗れる、そんな薬剤師でありたい。それが、今の俺の偽らざる気持ちだよ。俺の言葉に、麗華は嬉しそうに微笑んだ。先生、
それでしたら私も、この薬体薬局で先生と一緒に働かせていただいてもいいですか？え？もちろん、先生にご迷惑はおかけしません。私の給料分くらい、この薬局の売り上げを伸ばしてみせますから。私、営業には自信があるんです。彼女はいたずらっぽく笑い、力強く宣言した。その笑顔は以前にも増して輝いて見えた。俺は思わず吹き出してしまった。そして、心の底から湧き上がる温かい気持ちとともに、彼女に言った。ああ、もちろんだ。君がいれば、この薬体薬局は日本一の薬局になれるかもしれないな。はい。きっとなりますよ。俺たちは顔を見合わせて笑い合った。古びた薬体薬局のカウンターには、優しい午後の日差しがたっぷりと降り注いでいた。俺たちの未来を祝福するように、この街で人々の健康と笑顔を守るために、俺と麗華の二人三脚の新しい毎日が、今、まさに始まろうとしていた。それから数ヶ月、薬体薬局は、麗華の努力と俺の少しばかりの知識、そして何より街の人々の温かい支援のおかげで、以前とは比べ物にならないほど活気に満ちていた。ひっきりなしに患者さんが訪れ、笑い声の絶えない明るい薬局へと生まれ変わっていた。ある日の夕暮れ時、薬局の片付けも一段落し、俺と麗華はカウンターの中で並んで明日の準備をしていた。ふと、麗華が俺の顔を覗き込んできた。守さん、最近少し顔色が良くなりましたね。その声には仕事のパートナーとしてだけでなく、もっと深い温かい気遣いが込められているのがわかる。俺は彼女のその優しい眼差しに言いようのない愛しさを感じていた。ああ、麗華のおかげだよ。君がいてくれるから、俺も安心して仕事に集中できるんだ。本当に感謝してる。俺がそう言って、彼女の手をそっと握ると、麗華ははにかんだように頬を染め、それでも嬉しそうに微笑んでくれた。もう、俺たちの間に言葉以上の思いが通い合っているのは明らかだった。おやおや、こりゃまた、今日も今日とて熱々ですな。不意に、調剤室の奥から、親父がひょっこり顔を出した。ニヤニヤと、からかうような笑みを浮かべている。おっと、こりゃお邪魔だったかな。いやいや、守にこんな綺麗な人が寄り添ってくれるようになるとは、親父としては感無量だわい。親父、からかうなよ。俺は慌てて、麗華の手を離し、顔を赤くして親父を睨んだ。麗華もまた、耳まで真っ赤にしてうつむいているが、その口元には、幸せそうな笑みが浮かんでいる。がはは、照れるな照れるな。しかしブス島さん、いや、麗華ちゃんか。うちの守は昔から不器用で口下手な男だが、根は真面目で優しいやつなんでね。どうか末永く、見捨てずにそばにいてやってくれよ。親父は豪快に笑いながらも、その目には、息子の行く末を温かく見守るような優しい光が宿っていた。父さんたらもう。はい、お父さん。こちらこそ、守さんのことは、私がしっかり支えていきますから。麗華がいたずらっぽく微笑んで、親父にそう答える。お父さんって、麗華まで。俺はもう、どうしていいかわからず、ただただ顔をあからめるばかりだった。親父と麗華は、そんな俺を見て、楽しそうに笑い合っている。薬体薬局の外には、美しい夕焼けが広がっていた。その茜色の光が、店内にいる俺たち3人を優しく包み込んでいる。大変なこともたくさんあった。辛い過去もあった。だが、それらすべてを乗り越えて、今、俺の隣には、かけがえのない人がいる。そして、俺たちを温かく見守ってくれる家族がいる。これ以上の幸せが他にあるだろうか。俺は、麗華とそっと視線を交わし、二人で小さく微笑み合った。この薬体薬局から、俺たちの新しい物語が、これからもずっと続いていくのだ。そんな確かな予感を胸に、俺は夕焼け空を仰いだ。空はどこまでも明るく、希望に満ちていた。